はい。じゃあジャケットで。ジャケット。お、来たじゃん。はい。世の中の悪い人に全般的な頭で大体の共通点があって、大体服を着ている。渾身の僕じゃないですか。全員服着てますからね。全員服着てます。ジャケット着てるってことですからね。大体服を着てる。着てますよ。ちょっと使いますけど。いい人も着てます。まあ脱いでる人もいるかもしれない。いいですよ。でもまあ相手のジャケットですね。それをどういうふうに使っていくか。相手をまあ攻めていきたいするわけじゃないですか。でこういうところを作る使うの。すごい便利なのが、相手がなんかこうパンなんかしてるってここの襟のここって眼輪じゃないですか。でここのところをこうやってパンと結構数字が生まれるんです。布全般の使い方なんですね。それで相手のところを掴んであげて、そこからパン。クリーナーですよね。こうやって、この低いところ掴んであげて、このまま、これで固定してもいいかもしれないです。相手が見てくる。だからこういうのを使っちゃうんですね。これでも結構、そういう結構そういうのがありますよ。その時って言ったら今度僕はそれを着て、持ってる場合で、じゃあこの人じゃあ何て言ってないみたいな。ないみたいなジャケット。まあこうやってあれ街歩きシーンでちょっと暑いなっていうはい。ありますよ。ありますよ。そうですね。よくあります。そういう時に何を持っている人が来た。それからの時もあるし。テレアルよりもリスキーじゃないですか。で代わりは次ちょっと目くらましという。あとはまあこうして首に巻いちゃうんですね。あとは自分が着ている場合、はい。着ている場合、自分が着ている場合もあるんですね。でここの裾をこうやって貼るとこれが縦になるんですよ。要はこう僕の体がこうじゃないですか。だからこれはこうなるだけでまたがちょっと見づらくなるんですね。でここで向ける。そこで向けちゃう。ここのところで向けて、こっちじゃない。それを巻いて、ちょっとナイフがこの中にスポッと収まっていくし、そう相手がまあ困っているなるんですね。だからこのそうだよ。相手がついてくる。だからこのところに向けていく。その時はこういう力で、みたいな。衣服を使った方が安全度が高まりますもんね。そうですね。ただ今みたいな技がなくても、ただこれを巻いてるだけでも、巻いてるだけでもね、対武器に対しては。これだけでもナイフつけたりできるから。物を何でも使えるっていう発想ですよね。そうですね。まあ別にスマホでも何でもいい。そういうことですよね。発想の柔らかさがありますね。だからそこがやっぱただの武術じゃなくてサバイブっていう部分で多分自由がある。そういうことですよね。何にでも応用できるってことですか。そうです。だから壁を抜けにしたりとか、そういうのもいろいろ。そういう発想を広げるっていうのがまあシステムのトレーニング。まあ僕は面白いなと思って。凝り固まった考え方をほぐして柔らかい考え方になるって全然いいですね。そこに無限ですね。本当に無限ですよ。柔らかいですね。こう取らなきゃいけないと思うと絶対動けないですもんね。特に担当とかないとか、そんなふうに動いてくれませんもん。だからまあなんか相手が攻めてき
た時に、もしかしたら本当に傘が残ってるかもしれないから、もしかしたらバーンってやった方が、あるいはそれバーンって開くだけでも縦になるし、そういう発想でもいいですね。はい。で最後にもう一個じゃあ合気道では、立ちタッチですね。立ちが一番合気道は剣の動きから入るというので、立ちが一番伝統的で、さっき上は突きでやったので、これも僕といでも当たったら本当は危ないんですよ。だから稽古法としてはすごく良くて、硬い武器に対して柔らかく、みんなどうしても硬いので、グッとなっちゃいます。こういう動きになっちゃうんですけど、柔らかく動いて、そんな当てにして入るだけ普通に取ったりするのがわけで、ここに取ります。その最初の入るときに、なるべく固まらないで、位置に対してこう入る練習、怖いんですけど、固まらないでやる。で、またさっきの大きい。で返し。こうなれるという。あと最後です。固まらないで。素晴らしい。いやいや、でもそのすごいですね。稽古法としてはこういう硬いものに対して柔らかく動く練習だと思えばすごいいい稽古法だと思う。そうですよね。そこでも似てますよね。柔らかく動くっていうのもね。はい。すごい。で、これで今度もですよね。これですよね。出たいなと思ったんですけど。僕いや、さすがですもんね、こんなね、これ。いや、普段やってない。いや、でも、僕らもやってると思って。おととい柔術で重い人に乗られて脇腹に決めてる。反対側で強めにお願いします。先生が普通に顔面なくなってますけど、大丈夫ですか？髪の毛を髪の毛を使い髪の毛自由でやっぱ打撃ストライクが重くて次の攻撃考えられない。すごく前傾になってしまったりしてね。ただ顔面殴られたりとか髪の毛かられてお弟子さんの口笑ってますでも実際には本当髪の毛使うのっていうのは一般的だと思うんですよ。ああ、そうですね。あとは例えばすごい近いところから僕に刺してって思って刺してますよ。大丈夫です。大丈夫。でこれでこうやってもらっちゃうんですね。これだから面白い。面白いですよね。リラックスしてるからそうだよね。髪のとかでもこう刺してきてもらって、いいですか？はい。ものすごい。はい。左の方向かう。はい。すごいですよね。力入れちゃうと刺さっちゃうって逆に入れないから刺す感覚が怖いですよ。ものすごいもう入ってますそうですよね。でも切れはない。ある程度ですよね。本物だったら刺さるような強度で、これも熱いですよね。本当に。今日はそんな使ってなくて。みたいな。
お腹が柔らかく、そうですね。システマチックな。こんな感じで。すごい。やっぱり、ストライクとか打撃ボールに受けると、衝撃です。そういう意味でしょ。急にやっぱりパーってやられたらまっすぐなんですよね。それが普通ですよね。よかったらいいです。それが結構そうでもちょっと合気道と違うところです。ああ、そうか。そうですね。はい、はい、お願いします。おお。これが合気道になります。はい、確かに確かに。すげえ。どうですか、先生。じゃね、一手に集まりますよ。まずベーシック。お。一手に集まる。一点に集まる。一手に集まる。はい。おお。まずじゃあ横でお願いします。そうです。はい。で、はい。ああ、すごい。はい。横にはい。おお。はあ。すごい。すごい。柔らかい受けなので難しいですね。あ、そうですね、やっぱり。はい。なんか倒れないとグッてやっぱガラッとすぐ食べちゃうから。そうなんですよ。それがいいと思います。やっぱりそうじゃないと、もろに技を受けるところをやっぱり受けないで、うまくいかせます。先生どうですか、その逆にその合気道の一点に集まる。どんどん一点に集まる。ちょっと見てみますね。そうですね。一点に集まるっていうのは、わかります普通は小手がちょっとないと、持ってないと小手返しっては緊張感がないとあまり効く。あ今日は効くんですけど、持ってると実はここに緊張感が生まれるので、小手返しっていうのは、こういうものを持ってるのを返したのが一番いいんですよ。そしたらどんな人でもここに緊張感があるので、ここ手にね。そうそう、持ってる限り緊張してるじゃないですか。緊張してる。そこを一定にすげえ。瞬間なんですよ。触れてて勢いつけるわけじゃなくて、実はその動きの中でキープムービングで。これこういうどんどんまっすぐ戻ってみる。じゃあこういきますね。ああ、なるほど。本当か？おお、なるほどね。おお、先生、そんなありました？そんなありましたっけ？柔らかいことが本当にできない。はい。刺しに行く、そしたら持ってると緊張絶対しますね。します。だからそこ一点に返す。だから小手返しってすごい担当やナイフにも一番いいと思います。わかりますか？一点で集まるとやっぱりそんなこときます。そうなんです。単純なんですけど、普通のやつより緊張感があってシューってことでいいんですか？てことです。ああ、ってこと。でもあと質がやっぱ鉛筆やってると分かるんですけど、これ返せばよくない瞬間でこういう感じ。これなんかあれしてなんか痛ってことじゃないですね。痛くないです。痛ければこっち変が痛いんですけど、そうです瞬間でこの感じ。これストーンという感じがその合気道独特の崩し。痛くないのが不思議ですね。そうですね。そう動かざるを得ないってことね。こういう感じ。そういうシュッていきますね。瞬間に、やっぱ持ってるんです。はい。それなんです。そうなんや。関節決めると思ってたんです違います。関節決めるのは、書道の段階で、実際には本当はこういう技を関節決めないで落としたら、関節決めないで、この感じを入れないで、あと、動き的には、関節決めないで、関節決めなくても自由に崩せるんです。関節決めないです。こういう動きが合気道を作るんです。関節決める動きと関節決めない動き。関節決めないでいいですね。痛くないから。そうそう、そうね。そして土撃もないので。はい、そうですね。ああ、素晴らしい。いや、すごい。あとじゃあちょっと面白いはい、先生に体験です。はい。すごい。普段はやってる。
ケットボトル